守護霊。すでに皆さんは進んで守護霊と交通をしている。守護霊の人柄を理解しており、その親愛の情もよくわかっている。さようですな。しかし他方では懸念が残っている。つまり世事に関しては一向に自信が持てないのである。だが謙虚になって真理の鏡を覗くことができれば、あなたのそばにはいつも懸命にして愛にあふれた守護霊がいること、お分かりになろうもの。あなたの守護霊の役目は何ですかな。あなたの友であり霊視ですな。守護霊はあなたの高級の心と良心を通じて働きかけてくる。陳死の時、あなたは密かに守護霊に悩み事を訴えているかもしれない。その答えはすぐに戻っては来ない。しかし数日か数週間後、思いがけない時、あなたの心が雑事から離れている時に突然答えが返ってくる。しかし心得てもらいたいことは、理にかなわぬ要求を守護霊にしないこと。現実の先生に尋ねる時のように問題の説明を求めること。回答は戻ってくる。ただその時はおそらくあなたの望む時ではなく、霊の方の都合の良い時に。しかしその時に霊視にその仕事をしてくださいなどと求めぬこと。また責任の肩代わりを期待せぬこと。いずれの魂にとっても自ら努力をすること、向上心を持つこと、極めて肝心なことである。その努力に応じてその者は守護霊の助力を受け、情報への階段をたどる。守護霊に頼り切ってしまうなど甘えは禁物。これは多くの者が犯す誤りである。全力を尽くす。これが人間の義務である。自らの努力により肉体の調整に応じつつ、神より受けた賜物を完成していくべきこと。しかしながら、どんなに心を完成させ、どんなに知識を積んでも人間は通路に過ぎない。このことを心に留めておかれよ。知恵の震源に自己を結び止める肘を学び取るまで人間は空である。この肘の実現の暁、彼は開かれ、キリスト信仰が流れ入る。その時、かの高所から彼を導く霊たちの現存をその目で見、体に感じ取る。これら守護の霊たちはどのようにして選ばれるのか、またなぜ彼らは来るのか。まず第一にはっきりさせておかねばならぬことは、あなたの守護霊とその他の助力霊たちとの区別である。助力霊はあなたの人生の一定の段階での助力のためにカルマの主、役者中、人間の業を司る神々から派遣される。それはこういうことである。あなたは助けを求めたことが終わりだろう。誰だって苦しい時には神を救いたまえと叫ぶ者。神はこの祈りを聞きたもう。またカルマの主も耳里い者だが、あなたの守護霊はその時手が塞がっている。そこで霊界にも幽界にも過去世からあなたに負い目を持っており、その償いをしたいと望んでいる霊魂たちがいる。彼らは言う。私を生かせてくださいと。その霊魂は地上に来てあなたのために働く。あなたが悩んでいる問題に指導や援助の手を差し伸べる。その仕事が終わると、その霊魂は再び霊界へ帰る。このようにあなたの一生の間には困った時に手助けに来てくれる助力霊たちはたくさんいるということが言える。しかしあなたの守護霊、あなたを専門に守り、多分あなたの幾生をかけて結びついている霊視はただ一人である。助力霊たちは守護霊と呼ばれることが多いが、あなたの霊視である守護霊はこれら助力霊たちよりはるかに高いところであなたと結びついている。霊視の指導はあなたの意識を通じて、すなわち神の声とも呼ばれる。あなたの高級自我の声を通じて伝えられる。この内心の静かなささやきこそ大きな力を持つものである。それは今肉体の中に捉えられているあなたが達しうる限りの意識のレベルから伝えられる。これがあなたの霊視の声である。美なるもの、純なるもの、真なるものはすべてこの自我の高みから来る。霊視があなたに働きかけるのは、
そこであるから。我らが助力霊と守護霊についてできる説明は上記の通りである。もしベールが外されることがあるとすれば、皆さんは感謝と至福の思いに満たされよう。神の道からにより真意に従って、これら霊の演者たちが皆さんのそばに皆さんの向上のためにぴったりと寄り添っているのを知り得て、信じられんことは、そのぬくい抱擁、肩に置かれた手、その知らぬことなき理解、これらを感じられるように。霊視である守護霊は、皆さんの中にある望みと苦しみのすべてを知り抜いている。またあなたがあなたを愛するよりも深く、あなたを愛している。守護霊はどんな時にもあなたのそばにある。二人は離れ得ぬもの。守護霊はあなたの行く道を平らにしてくれるもの。皆さんはこれまでに不思議と思える助けや指導の経験をお持ちだろう。それは小さな事柄かもしれない。しかし霊的な援助なしでは決して起こり得なかったことを皆さんは承知している。カルマ、業の法は狂いなく真実であり完璧であるけれども、心に刻まれよ。神は正義の神であるとともに愛の神でありたもうことは、また神は光の使徒らを通じて難路を平らな道にならせたもうのである。皆さんに神の恵みとまた救いを。